リアル、私ははいはい。あれですね。イベントのキャストを私はリアルパブリックでは救急車に乗って仕事をしております。そうですね。まあ、付面白い。属品に会話があったみたいな感じです。就活失敗したらもうなんか漁師にでもなろうかなと思ってます。まあでも楽しそうじゃないか、厳しいか、あの世界は。はい、皆さん、こんにちは、ジローです。本日も VR チャットで日本語を学んでいきましょう。よろしくお願いします。はい、皆さん、お元気でしたか？僕はね、とても元気です。実はさっき、VR チャットをプレイしていて、録画もしてたんだけど、やっぱり YouTube に乗りたくないよっていう人がいたので、また、やり直してます。はい。皆さん、僕の VR チャット、日本語学習に活用できてますかね？なんかね、僕の動画、日本語学習者の人だけが、見てくれてるのかなと思ったんだけど、最近はね VR チャットをプレイしてる人も見てくれてるみたいで、非常に嬉しく思っております。はい。ということで、今回もまずは人探しから始めようかなと思います。でね、さっきどこだっけなあ、これかな、なんかね、これだっけな、ここのワールドでやっぱり YouTube 乗りたくないですっていう人がいたから、それは避けていきたいね。多分これかこれだな。忘れちゃったんだけど、どれだったか。とりあえずこれ入ってみるね。まずはね、少人数でお話ししたいよね。お話しさせてくれる人いるかな？なんかすでにお話し中ってこと？この人たちはお話をしてるの？こうやってさ、VR チャットをプレイしてるときに、黙ってる人ってさ、こんにちは。あ、こんにちは。あ、こんにちは。作業中ですか？前の、何ですか？いや、なんでもないです。お話し中でした。すいません。話してない。いや、前の一人多分中国の人で、話が通じないんで何も話してなかったです。ちょっと言わなきゃいけないことあるんですけど、いいですか？はい。ちょっと今、日本語学習者向けの YouTube 録画してるんですけど、声とかアバターはい。が映りたくなかったら言ってください。どういう感じなんですか？ただ喋るだけです。ただ喋るだけで、はい。YouTube に上がる動画は日本語字幕がつくので、翻訳がつくので、海外の人でも、はい。理解できるっていう。で、ほぼ日本人の、喋るのは日本語でいいってことですか？喋るのは日本語じゃないとダメって感じ。ああ、そういうことか。なら全然大丈夫大丈夫です。ですか？ありがとうございます。今作業中でした。そうですね。何してたんですか？BGM とかって切った方がいいですか？BGM もともとオフにしてあるから流しっぱで大丈夫だよ。はいはい、大丈夫です。かけたかったら。はいはい。何の作業されてたんですか？作業は普通に改変をしてましたね。お VR チャットガチ勢ですか？ガチ勢ではないんですけど、うん。まあまあ。ジーローさんははい。最近始めたって方なんですか？それでもなんか動画撮影用に新しく作ったとか。そうだね。僕も言語学習したい。僕の場合は英語とか学びたいなっていうのと、はいはいはい。があって、それとあとは、こうやって日本語の会話ができるっていうと、
日本語の会話を聞きたい外国人って結構多いから、結構いいなと思って。だからはいなるほど自分でもプライベートでも遊べるし、動画用にもいいなって、どっちも。だから、録画し終わった後に、そのまま話したりしてる結構。そのああ、なるほど。そうそうそう。改編ってさ、難しくない？やったことないんだけど。やったことないです。なんか、今気になるアバターとかっていないんですか？いや、ないん、いや、ごめん。初心者だからさ、VR チャット結構。はいはいはい。あんまりね、アバターに興味ないかな。今のところ。ああ、まあ、言語のあれメインでやってますもんね。だし、なんかアバターもそんなに派手なの、なんか使いたいなって思うところまでまだ達してないっていうか、なんかその、なんていうの、あできるだけ、確かに。僕の本物の見た目こんなイケメンじゃないんだけど、あのいや、わかんないですよ。だけど、なんかできるだけ現実世界の自分と近い方がいいっていうか、なんかその、結構あさ、中身男性で、アバターは女性の人とか多いじゃん。VR チャットやってる人って。あ、そうですね。そはい。う。で、その欲求がまだない。なんか、できるだけ、そうそう、できるだけ、本物の自分と同じ感じがいいなって思ってるところ。ああ、なるほど。僕が VR チャット始めたのが、まあ、絵とか描くのが好きで、もともとそういう二次元的なものが好きやったんうん。で、まあ、アバターとか、そういう可愛いのを見えたに始めたんですけど、何度か結構、まあ、自分とかじゃなくて、普通になんか、可愛いキうん。ャラクターみたいなのを、なんだ、使ってるみたいな感じで思ってますね。じゃあ、VR チャット始めたきっかけって、VR チャッまあ、アバトターで、ですね。なんか、他の人と会話したりするのが楽しそうより、先にアバターが理由としてきた感じ。そうですね。まあ、付面白い。属品に会話があったみたいな感じです。なんかなんかアバター使いたいからやってみたら、なんか会話できるやん、みたいな。いや、そうです、そうです。そんな人いるんだ。まあ、でもまあ結構可愛らしいアバターいるから、結構ね、すごいよね。まあ普通に見ることもできますし、人そう、とお話してたら。あのー結構、まあ僕、ステータス今何になってる？まだニューユーザー？ステータス、そうですね、ニューユまーザーで。だニューユーザーなんだ。ニューユーザーになってからがはい。長いな。フレンドとかって作ったりしましいや、た？作ってない、全然。多分活動してた。フレンドが多うん。分、一人以上になると、ユーザーみたいないや、説が。一人はいるよ、一人は。5人ぐらい。一人はいる。5人ぐらいいなんでだろう。る気がする。ああ、じゃあなんでだろう。普通に。あれかな、アバターアップロードとかも、上がる条件にああ、あるみたいなそうなんだ。まあ、話は。ちょっと気長に待とまあ、あれですよね。まあ、ちゃんとは分かってないみたいなんですけど。う。うん。そうだね。その条件はちゃんとは分かってない。でもなんかはい。お絵描きに関連すると、でも会ってきた人の中にはやっぱり、お絵描き好きな人多いね。お絵描き好きな人多いし、あ改変ちあ、ゃんとやってるはいはい。ま人が多い。たまにさ、なんかさ、これどうやって作ったみたいな、すごい寝るじゃん。あ、すはい。ごいデータが重い人。なんか、あ、ああ、そうですね。ちょっとアバター変えるねとか言って、変えてからなんか全然読み込まれない人。はいはいはい。なんかもう下手したら環境によっては落ちちゃうみそうたいな。そう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 。いや、お前爆弾やろ、みたいな。ね、いますね。いるんだけど、そう、だからすごいなはい。と思って。でもこれもすごいね。扇風機がすごいなと思った、このアバター。あ、扇風機これね、動くんですよ。そうそうそう、動くからちゃんと、感性の法則が働いてるって思って。多分、音聞こえるはず、助けたら。あ、聞聞こえてこえる。ますか？聞こえる、あ、そうです。なんか聞こえるけど、ちょっとちっちゃい。まあ、多分、アバター音量とか小さめにしてるんですかね。わかんないけど。でも聞こえまあ、た、アバター音聞こえた。量ね、結構うん。変な音鳴らしたりする人いるんで、うん。あ、ちっちゃくす。小さめでも問題ないと思うんですけど。でもさ、アバター改変ってさ、はい。割とユニティとかの知識も必要なんじゃない？
そうですね。結構まあなんか人によってはなんかもう教えてもらわんとできんみたいな人多いんですけど、僕割と始めた頃からあんまり人とうん。なんか話したみたいなことがなくて、うん。もうネットで調べて、もう独とりあえず学。一人でやってるみたいな感あ、じ。独学。まあ今なんかもうインターネットにいくらでも情報ありますからね。いや、マジで便利だよそれこな。そね、うん。日本語だってインターネットで頑張れば独学でできますもんいや、ね。そうなんだよ。今、外国の。もう、まあ、そんな、なんていうの、楽しくはないけど、AI とかと会話できるからね。ああ、はい、確かに確かに。そう、まあ、やっぱ人と話す方が楽しいんだけどね。やっぱ、ああいうアプリ便利だなって思うけどさ、なんか使ってても、途中でなんか、あれ、やっぱ、普通の人と話したいなってなってくるんだよね。ちょっと手作りの温かみがね。そうだし、なんかさ、なんていうの、ワンチャンこの人と仲良くなろうかなみたいなのが生まれないじゃん。AI だと。ああ、確かになんか、ないですね。そう、なんか、この人の趣味とか知りたいなとかさ、はいはいはい。まあ、そういうのがないから、なんか、確かにそこちょっとそう、寂しい。それをさ、AI に対して感じられるようになってきたら、いよいよ本当に人間を超えてくるっていうか。確かに確かに。で、最近だと AI、ツイッター、グロックか、うん。ね、話題ですよね。金あ、髪の子。あんまり詳しくない。あれ。イーロン・マスクがうん。サービス提供してるグロックっていう AI のうん。いや、それを、サービスみたいなのがあるんですけうんうど、ん。それに最近、なんだろう。まあ、それこそ VR チャットみたいな側が追加されて、うん。あ、そう可愛いなの？女の子と喋れるみたいなえ、感じになってて、そうなんだ。ああ、でも、そっか。でも AI なんだよね、中身は。ANI で、アニで調べたら出てくるんじゃないかあ、と思います。そうなんだ。でも、中身は AI なんだよね。中身は AI ですね。そうそうそう。いや、まあ、もともうん。と、そのチャット GPT とか、うん。Siri とかも見た目はなかったじゃないですか。そうだね。うん。で、それに見た目が追加されて、まあちょっとアニメ風の可愛い女の子なので、まあツイッターとかそういう使ってるオタクな層に受けてる話題になってるみたいな。あ、話題になってるんだ。全然トレンド終えてないわ。一週間ぐらい前からかな。あ、まあで、そそれに付随してやっぱまあイラストレーターとかそういうのって AI とちょっと相性が悪いみたいなう。うんうん。部分もあるじゃないですか。で、それでいきうん。なりなんかみんな AI 使ったり、その AI の子を書いたりしてっていうので、うん。なんかその態度は違うだろうみたいな論争も起こったりはしてますね。まあえまあ、ちょっとね、面白いね。まあ難しいですよね、AI は。AI、うん、でも、便利だ。いろいろ便利になったからいいけど、なんてああ、言うんだろそうそう。う。何が困るかな。まあ僕もなんか技術の発展的にはやっぱ AI とか使っていく必要ね、あるかなとは思うんですけど、うん。まあでも、やっぱ今、プロフェッショナルが使うには問題ないと思うんですけど、うん。今は誰でも触れられる状況じゃないですか、生成 AI とか。そうだね。そうなったらまだちょっと、まあ倫理観とか、そういうのもちゃんと出来上がってないんで、そうだよね。まあ法整備とかも日本だ。そういうのちゃんと整ってからうん。一般の人が触れるようにならないと難しいのかなとは思います。結構考えてるんだね、日々。日々。いやー、だってね、絵とか描いたりしますから、やっぱ うん。AI の問題とか結構見たりするんでね。そうだよね。僕さ、普段プログラマーなんだよね。だからね、すごいああ、はいはい、じ恩ゃ恵をね、すごい受けてて、AI の。あ、ああ、そうですね。プログラム書いてもらったりみたいそうなそうそうそう。だからす感じ。ごい便利だなーって思ってるんだけああ、ど、逆にそう、なんでもて言うんだろうな。それでもやっぱり間うん。違ってる部分とかってあるんじゃあ、ないです全然間違うし、か。うんうん。やっぱ基礎がなってないと使いこなせないよね。いやー、そうです、そうです。うん。で、それで、まあ、それでちょっとね、まあ、初心者の人が何も使わずやっちゃったら問題が起こるじゃないですか、プログラムでも。そうだね。その、会社に入って働いそたりすると、なんか、ミスに気づかなかったりするかもね。う。うんうんうん。うん。まあ、なんでやっぱ、ね、使い方まだちゃんとできてないんで、そこら辺整えてからの方がいいんじゃないかなと思います。でも、イラストレーターとか、そっち系のなんて言うんだろうな。著作権が、もちろんその、プログラムのコードも著作権はあるんだけど、はいはい。
それってあまり表立たないっていうか、そのツイッターのソースコードの中身なんか例えば、ウーバーのソースコードと似てて、訴えられるとかってあんまない、へーあんまない、っていうのないじゃん、あんまり、そういうのって。はい。今、例え話ね。はいはい。うん。まあだけどさ、別に関係はないみたいな。そうそう、なんか内部のものだからさ、別になんか著作権もクソもないみたいなのがあるんだけど、まあですし、やっぱそういう技術系の人たちはそういうのを共有して新しいものを作っていこうみたいなあ、部そうそうそう分があるそうそうそう。とは思います。だけどさ、絵とか、例えば IP とかさ、なんか、っはい。てさ、結構ダイレクトに、なんて言うんだろうな、その影響があるっ技ていうか、術とかもあるけど割となんか心みたいな部分も。なんか、例えば自分がジブリの、なんていうの描き方を考案した人だはい。として、今なんかそのジブリ風の画像がたくさん作られてるじゃん。なんか、自分がそああ、ありのますね。創始者だと、ジブリの創始者だとしたらどう思うんだろうみたいな。うーん。そう、どうなんでしょうね。そういうのがすまあごい、結うん、局、なくなっちゃうものなんで、うん、そういう継いでいくっていうのは大事だと思うんですけうん。ど、おー、確かに。なんだろうな。AI、なんかやっぱ間違いが起こるじゃないですか。ね、違うな。そ人間でも間違いが起こるんですけう。うど、ん、なんだろうな。こちらの言葉が伝わらないというか、うん、うん、うん。違うな。そうだね。なんか、ジブリの絵柄を使って うん、AI は何でもできちゃうじゃないですか。うん。でも人と人との手で伝わったら、そのなんか、やってほしくないこともちゃんと伝えられるっていうか。ああ、そうだね。確かに。ああ、まあ例えば今結構、ジブリ風の AI とかは流行ってると思うんですけど、うん。やろうと思えばやっぱり R18 的なのもできると思うんですけど、そうだね。でも多分、それ人と人の手にやって伝わったらそういうなんか、言葉わかんない。職人魂みたいなのもうん。伝わって、ああ、そういうなんか、やらんの、まあなんか、人によって違うのかなみたいな部分は思いますよね。そうだね。確かに。AI ちょっと何でもできちゃうのが逆にああ。良くないのかなみたいな。なんなんか思うのは一応さ、著作権はさ、保護されるべきじゃん。そうですね。で、例えば、マリオの絵が簡単に描けちゃうみたいな。なんか、はいはいはい。例えばあったとし、そういう場合があったとして、でもそれは別になんか任天堂は許可してないじゃん、複製を。まあそうですね。で、だけどさ、なんかマリオに似たキャラクターを新しく生み出したときに、それが複製に当たるあのか、当たらないのかって結構難しくて。で、例えあ、ば、そうですね。なんて言うんだろう。人間が新しいキャラクターを生み出したときって、もちろん今までその人、その絵を描いた人が人生でマリオの絵を見たことがあるわけで、必ずインスはいはい。ピレーションは受けてるじゃん。そうですね。で、そこの、なんて言うんだろうな。AI がやったら複製に当たるけど、人間がインスピレーションを受ける分には複製にならないのかとかさ、なんかそういう、ああ、そこの住み分けが難しいなって思った。いやー、まあなんか著作権の勉強とかもしたんですけど、本うん。当になんかその、これ似ているか似てないかって別に形がめっちゃ似ててもうん。違うっていう場合もありますし、そうだよね。別に大丈夫なんじゃないかなみたいなんでもアウトみたいなのもあったりするんで、うんうんうん。本当にそこら辺の線引きはなんか難しいみたいですね。なんか定量的に判断で自分も、きないじゃん。これがいや、複製。そうそうだからそう。それがすごい難しいなと思って。まあ、例えばうん。まあ、プロダクトとかだったら、なんかここの機構がちょっと似てるんじゃないみたいなのがあると思うんですけど、うん。デザインってなると、うん。ね、難しいですよいや、ね。難しい。あ、例えばマリオで言ったら帽子かぶってヒゲが生えてたら、それもマリオなのかみたいな、うん、ありますし、うんうんうん。そうだね。その辺はね、そんなこと言ったら、帽子かぶっててヒゲ生えてるキャラクターなんて他にもたくさんいるよ、みたいな議論になっちゃうもんね。まあ言ったら、まあ漫画とかでも、まあ、手塚治虫がちょっといろんな記号化をして日本の漫画ができたみたいな経緯があるっていうんで、ちょっと待って、それどういうことはい。記号か？まあ普通の人の絵を描こうとしたら写実的になると思うんですけど、うん。やっぱこの、VR チャット上でも花ってこうやって
なんか点って感じで表せるじゃないですか。目とかも実際こんなんじゃないじゃないですか。そうだね人間ってうん。そうそうそう。でも、手塚治虫はそのペンにしたり、こういうデフォルト、目の形にして、あ、そうなの？キャラクターっぽく描くっていうのを、まあ、手塚治虫もなんかディズニーから影響を受けたみたいな話もあるみたいなんですけど、日本語のさ、漫画の割と源泉にいるんだ、手塚治虫って。僕全然詳しくない。そうです。あ、そうなの？一番最初に、まあ、なんか今続いてる、まあ、ワンピースとかドラゴンボールとかの潮流をたどれば手塚治虫に行き着くみたいな。難しいね。それをそう考えると、なんかね、AI の議論も、どんどん遡れば、ワンピースは手塚治虫の真似だ、とかになっちゃうしね。まあ難しいですよね。まあ、なんていうんだろう、極論。まあ言ったらなんか、手塚治虫派みたいな感じですよね。なるほどね。で、逆に、まあ、手塚治虫派で記号って言ってデフォルメで続いていってたんですけど、またなんか別の人は、フランスとかでアートの勉強とかしてて、ちょっとリアルめに描くみたいな潮流も生まれてたりはしてみたいな。面白い。まあ昔、はい。えまあなんかあれですね、印象派とかそんな感じの話なんじゃないですかね、言ってしまったら。すごいな。僕もあんまり芸術は詳しくないんで、詳しくは語れないんですけど。詳しくないの？なんかすごい今、詳しさ。そっか、芸術は詳しくないけど、あれか、イラストレーションは、まあ、極めてる。少しは、極めてはないですね。もう趣味程度に書いてるんで。趣味って、そう、なんか VR チャットさ、お絵描き大好きな人多いなと思った。前もそうですね。結構あって。まあ、お絵描きに限らず、やっぱり、クリエイターの人が、そこそこいるなっていう印象がありますね。ね。僕パソコンいじるの好きだからさ、パソコン好きもさ、はいはい割といて、なんか話し合う人。まあ、VR ちょっとパソコンあってなんぼみたいな世界です、ね。そう。まあ、パソコンないとできないゲームだからね、ほぼね。そうですね。絵は、趣味で描いてるんだ。iPad とかで描いてるのパソコンでタブレットで書いてます、ね。すごいな。今時やっぱそうなんだ。前会った人もそうやって言ってたな。まあでも、やっぱタブレット、パソコンで書くってなったら、まあパソコンまず、まあノートパソコンでもいいんですけど、まあパソコンと、まあタブレット。まあ板タブって言って、なんだろう。液晶がないやつは安いんですけど、液晶に書くやつはちょっと高いんで。そうなんだ。それでちょっとお金かかっちゃうっていうんで、まあ、そしたら iPad 持ち運びできるし便利なんじゃないかなっていうので、iPad で書いてる人も多いですね。まあそうだよね。画面ついてた方が、何書いてるかっていうかね、描画されるところと書いてるところが一緒だとやりやすいよね。紙みたいで。そうですね。でもなんか、板タブってやっぱ画面が表示されないんで、パソコンのモニターを見ながら書くんですよ。そうだよね。液晶タブレットだったら下向いて画面見ながら書くんですけど、板タブだったら正面向いて書けるんで結構、なんか姿勢とかは改善されるみたいな。そうなんだ。知らなかった。逆に、なんかもう仕事にするなら板タブもいいんじゃないみたいな、あれもありますね。話も。そうなの。慣れたら結構書けるみたいなんで。ちなみに、差し支えなければ今、学生か社会人かとかって聞いてもいいですか？秘密でも大丈夫です。学生で、ですね、僕は建築系の勉強をしてますね。なんだ。すごいじゃん。クリエイティブだ。芸術系とか全く関係ない。でも、クリエイターなんだね。クリエイターだよね。建築系ってまあ、そうですね。設計とかそういうのもやったりするんで。じゃあ CAD とかいじるってこと？そうですね。CAD、最近はね、3D CAD とか結構、使われてますよね。建築業界。何それ？ 3D CAD。CAD ってそっか。平面なのか。もともとあれって。そうですね。なるほどね。そっか。機械系だと 3D なのか。機械系ちょっとわかんないんですけど。建築は、もともと平面図描いて家を建てていくんですけど。もう平面図と、もう立面図も二次元に描くみたいな。そうなんだ。そうですね。例えば言ったら間取りも平面図で描くじゃないですか。その間取り通りに壁を置いていったら、
3D キャドだったら 3D モードにしたら、もう壁が立ち上がってますよ、みたいな勝手に。なるほどね。そうです、そうです。じゃあ、なるほどな。じゃあ、結構、クリエイティブなことが好きなんだね。多分、今分かったんだけど。まあそうですね。結構作るのは好きですね。いや、でもな、僕、設計したくて建築進んだんですけど、設計って結局なんか、図面残る、自分で作るわけではないじゃないですか。まあ人に結局、そうだね。自分が大工なわけじゃないからっそうそうそうてことか。うん。そう、作る方が楽しいのかなとも思ったりしますけどね、最近は。確かに図面を描いて終わりってことか。いや、そうなんですよ。いやー、書いて人とやりとりして、まあ、なんか工事どんな感じみたいなのやって終わりみたいな。でも作るってなるとさ、まあでも、職人とかはい。大工とかってこまあそうですね。と？でもさ、例えば職人だったらさ、自分が携われる例えば一つ一軒家を建てるとしたらさ、はい。まあ一部一部だよね。にはなりますよね。一部になるし、はい。まあ、職人、そうだね、になるからなんか、設計の方が全部見れるから楽しいのいやかなと思ったんだけど。ー、ね、その辺がね、やっぱり、どっちがいいんだろうなってなってるんですけど。ね。結局、家を建てたっていうので名前が残るのは割と、まあ設計者と、まあ、担当した会社の名前ぐらいなんで、工事を担うん当した。うんうん。なんか大で、工の、その後うん、に大工とかになると、まあ下請けだったり、まあ大工として名前はあんまり残らないんじゃないかなと思います。大工も複数人いるしね、あと。そのそうです、一つの家をそうです。建てるのに。そうそうそう。設計士かっこいいけど。まあ、でも建築もなんか、まあ戦後とかは、まあ家がなくて、それとかまあ戦争に行ってた人たちが帰ってきて、うん。まあ、住宅の供給がもうめっちゃ求められて、家建てるっていうのがバンバンやられて、まあ、っていう時代が続いてたんですけど、今結構、まあ、日本戦争もないですし、っうんうんうん。ていうので割と、なんだ、空き家も増えてきて、家をどんどん作るっていうよりかは、あるものを活用していったりみたいなことが求められてるんで、なんか新しく作る設計っていうよりはなんか、まあ、リフォームとかそういうことの方がこれから大事になっていくのかなとは思いますけど。ああ、そうなんだ。いや、そうですね。まあ、リフォームってでもさ、もともとある、まあ基礎とかは変えないから、なんかちょっと制限されそうだよね。ですね。そうです自分ね。が作りたいものが。まあでも、リフォームもリフォームでなんか面白かったりするへし、え。まあそれこそあの、お客さん側からしたら元ある家を使ってるんで、場合によっては安く済むみたいな。ああ、そうだね。まあ本当にボロボロみたいなやつは買いたい人が考えてめっちゃ高くなるとは思うんですけど。そうだね。もうほぼ新築じゃないとダメですみたいなね。うん。そうそうそう。じゃあさ、設計したいのは、まあ一軒家とかなのか、それともビルとか、それともさ、僕興味あるのはまあ住宅系ですね。一軒ま家とか。あ特に一軒家になりますね。あ、そうそうなんだ。そうそう。へえ。確かにね。いや、やっぱ、住宅の方がなんか一個一個感があるっていうか、うん。ビルも楽しいとは思うんですけど、うん。やっぱさ、設計するのってやっぱビルの方が時間かかるの？一軒家より。どうなんですかね。まだちょっと仕事とかしたことないんでわかんない。まあでもケースバイケースかなんか本当に、まあでも、うん。ビルとかマンションとかって不特定多数の人が使う、うん。あれなんで、まあこちらのデザインとか提案はしつつ、まあ誰でも使いやすいようにみたいになるとなるほどね。思うんですけど、うん。住宅だったらまあその人に合わせた設計みたいなのもできるんで、なるほど。そういう部分がやっぱ僕は面白そうだなと思います。確かに、パーソナライズできるってこといや、だよね。そうそうそう。へえ。でもなんか、でもまあ、ケー VR チャッス、トでうん。もね、うんうん。なんかここのワールドとかは割と誰でも使いやすいようにされてますけど、うん。自分だけのワールド使って、なんか
自分が撮ってきた写真並べたりみたいな人もいますし、なんか趣味のものを置いたりみたいああ、そうだ。ギターとか自分のワールド持ってるの？な。いや、持ってないですね。あ持ってないの？ワールド、3D あんまり得意じゃないんで。ああ、そうなんだ。そうです。まあこことかさ、本当になんかさ、なんていうの、典型的な日本人の家っていう感じがするんだよね。そうですね。しない？なんかもう本当になんか畳敷いてありますしね。そう、畳敷いてあるし、これあれ、なんだ、1LDK か。1LD、D がないのか。1、いいダイニング。まあまあ、まあ、ここが 1DK。一応ダイニング的な扱いそうだよね。ここすごくない？リビング。このなんか、マジで平均的な日本人の家っていう感じがするんだよね、ここ。そうですね。まあ、現実にあってもおかしくなさそう、本当に。に現実にあってもおかしくないっていうか、向こう側にまあ、でも結構うん、広い気しますけどね。VR チャットだからそう思うのかわかんないですまあけど。場所によるよね。これでさ、東京だったら、家賃10何万だろうな。15万とかか。かなり広いですよね。うん。だけど、田舎だったら多分、普通より狭いぐらいじゃない？わかんないけど。まあまあ、二人暮らしだったらさ。田舎の賃貸はわかんないです。やっぱり。あ、東京の人で東京、か、いや、言いたくなかったらいいけど。田舎の人ですね。どっちかというと。田舎の人？僕東京なんだけど、はい。これ、二人暮らしのカップルが住んでるよう、同棲してるような感じだな。なんなら子供とかもいそうですけどね。そうだね、子供も、この感じだったらそうだね、4歳ぐらいまでこの部屋でいけるな。そうですね。うん。あっち側のさ、そう、ここのさ、キッチンもなんかさ、リアルだしさ、すごいよね、これ。あっち側のお風呂とかもすごいよね、なんか。そうですよね。これ本当に平均的な日本人の家っていう感じがする。洗濯物とかはまああっちで干すのかなって感じで。そまあ、結構収納とかもありますしね。う。そうそう、収納も、これ本当にリアル。そっか、じゃあ、引き続き頑張ってくれ。ちょっと他の人にも話しかけて見に行ってみるね。はい。ありがとうございました。ありがとう頑張ってください。ありがとうございました。もうここにずっといんの今は。そうか、作業中だっけ今。そうですね。作業しながら。ごめん、ありがとう。なんで30分ぐらい話させてもらいました。ありがとういや、ね。ありがとうございました。はい頑張ってください。建築を学んでいる学生でしたね。なんかさ、もう一人ぐらい話してみたいよね。今ここにいたからこれだったかな？なんかさ、今さ、すごい人いなかった？ 8 人いるって表示されてた？ YouTube に映りたくない人がさ、一人いたんだけど、どこにいたのか忘れちゃったんだよね。この人たち会話しないのかな？会話しないのみんな。会話しようよ。VR チャットなんだからさ。こんにちは。おー。こんにちは。どうもどうも。なんかテレビ見てたんですか？もうめちゃめちゃのんびりしてました。はい。音楽、こっちはもう音楽聴きながら携帯いじってました。そうなんですね。久々にこの時間に帰ってこれたんですけど、はいフレンドがいねなるほえ。みど。んないねえ。いたとしてもプライベートですよ。困った困った。そしてなので、はいはい。パブリックでのんびりしております。なるほど。理解しました。ちょっと、
言わなきゃいけないことあるんですけど、言っていいですか？言わなきゃいけないこと。はいなんだなんだ。言わなきゃいけないことがあるんですよ。何があったんだ。今、日本語学習者向け、外国人の、に、ほう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  YouTube を録画してるんですけど、そのアバター映りたくないとか、声映りたくないとかって言ってほしくて、で名前は一応表示してないんですけど、はあ、はあはあはあ、大丈夫ですかね？あ、今動画撮ってるってことですね。で、ライブ配信じゃないんで、録画ですね。なんで、ああ、はあはあ。映りたくなかった録画か。ら後で削除しますっていう、そういうやつです。なるほどね。はい。まあ、多分私のアバターは、はい多分映っても大丈夫なやつだと思うから、はい多分大丈夫。あ、すいません、ありがとうございます。ちょっとお話ししてもいいですかねめんど？くさいね、いろいろとね。あ、どうぞどうぞ。めんどくさい。いなっていうかね、めんどくさいっていうか、一応なんて言うんだろう、VR チャットでさ、こういう録画最初始めようって思うときに、調べるじゃないですか。そのなんか録画して大丈夫なのかなみたいな。そしたそうですね、確かに私は配信とか録画はあんまやってないからわかんないですけど、なんかアバターそれぞれになんか映していい案件のなんかね、版権があったりだったりとか、まあ、いわゆる著作権ですよね。そう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 著作権があったりとかあるんで。そうそうそう著作権があったり確か。このアバター大丈夫だった気がする。多分ね、うんこれ著作権があってもね、映す分にはいいと思うんだよな。なんて言うんだろう。別に。なんか、そのアバターなんか使ってお金稼いだりとかするとなんかもっと問題があるみたいですけど。とかは問題あると思う。映映す分だったらねす分にはね、多分法律的には大丈夫だと思ってて、なんか、単純になんか映りたくない人がいるから、そうね。いきなりね。一応、いきなりドッキリみたいな。一応現実世界と同じなんだと思って。そうですね。一応ね。で、なんか今まで何回もやってたんだけど、今日初めて映りたくないっていう人に会って、ああ。初めて出会って、いや、いるもんだな。いるんだ、聞いててよかった、みたいな。そうね。勝手にやっちゃうと、あれみたいな、なった時大変だから。そう。聞いといて正解でしたね。そう。そうなんだ。いるんだと。なんか、見つけたみたいな。それ俺か。ちょっとこっちにどうしてもいいですか？こっちの方に。はいなんかそっちなんか、向こう側の部屋の音が、すごい、はい。クラウドのツンツン、興味ないね。なんか、すごい片言の日本語聞こえるけど。まあ、パブリックワールドですからね。そう。いや、でも日本人だと思うけど。差し支えなければ、普段何をされている方とか聞いてもいいですか？リアルの職ってことですね。リアル。私はあれですね。イベントのキャスト私はリアルパブリックでは救急車に乗って仕事をしております。リアルパブリックって現実世界。そう。救急車に乗って仕事してる。初めてあったパターンですね。今日は明けでね、午後まで寝て、はい。今日はね、非番です。なるほど。これ、相性なんか、これさ、音さ、イヤーマフあるよね。イヤーマフつけよう。イヤーマフ。なんて言うんだろう。音を拾う範囲を決めれるやつあるじゃん。はいですね。よし。まあ、私はね、多分設定しなくても多分大丈夫だと思う。そう、大丈夫。設定していただいて。初めて設定した。パブリックですからね。救急車、乗りましたよ、最近僕。何があったんですか？乗りましたよ、最近救急車。体調が悪くなったか、怪我したかとかね。いや、なんか、友達のあれに乗ったとかね。いろいろありますよね。飲み会してて。いや、全然、多分想像してる未来と違うんですけど、飲み会してて、で、まあ普通に、その日終わったんですよ。次の日、なんか昼ご飯別の友達と会って、なんかハンバーグとか食べたんですけど、なんか夜に、気持ち悪くなって急に。で、夜1時ぐらいに、食べたハンバーグ全部入ったんですよ。で、汚い話、上からも下からも止まんなくて。俺3回行ったんだけど。で、
急性胃腸炎とかね、食中毒を疑うような感じの辛い感じになってしまったのですね。それで、本当に僕、うんうんなんか今まで人生本当に、辛かったことなさすぎて、本当になんか、ぬるま湯な人生過ごしてきたんですよ、今まで僕って。ぬるま湯のね。本当に。なるほどね。本当になんかうまい具合にかいくぐってきちゃったみたいな。なんか、うんうん全然。いい感じにね。そうそう。のらりくらりと。そう、のらりくらりと。で、その時、もう体調もすごい悪くて、人生こんな辛いことあるんだっていうレベルで、辛くて、確かに不安になりますよね、急にね。急に。もうほん食べても吐いちゃうし、下からも出るしで、ね。止まんなくて、本当に。で、それで、まあもうこれ、僕、救急車呼ぶのかって思った、一瞬。これ呼ぶべきなのか、なんか救急車ってなんかそんな気軽に呼べるイメージなくて。119番ってそんな押すときないじゃないですか、携帯で。119って。本当に、まず、本当にこの番号使えるのかもしれないし、試したことないから。やったことないですそうかね。そう。まずそこも普段使、わないですもんね、そう。んんこれ動くのかなとか思いつつ、119って言って来てくれましたね。もう本当に助かりましたけど、なんか、よかったです。こうやって VR チャットちゃんとできてて、よかったよかった。VR チャットできてよかった、本当に。本当によかった、VR チャットできて。本当に来るかと思った。で、そしたら、なんか普通になんか、あとね、保健所の検査とかも受けて、なんか、ノロウイルスだったんですよね。ノロで。ノロは辛いですね。ノロ本当に辛くて、もうびっくりしました。あんなに辛いんだっていう。で、その時に、ちょうどね、この暑くなってきて、湿気もムシムシするこのね、食中毒、この細菌とかウイルスが繁殖しやすいね、環境になってきましたから、マジで、冬の方があれじゃないですか。常日頃の手洗い。冬の方が繁殖しやすいじゃないですか。夏も。まあ、冬はですね、乾燥するから、逆にそのウイルスだったりとかが飛散しやすいんですよ。あ、だよね。なんですけど、ですよね細菌とかは飛び散らないから、うんそのくっついて、で、くっついたところからね、湿気があればね、どんどん増えちゃうし、で、菌とか細菌でね、増えやすい温度っていうのは、温度が高ければ高いほど増えやすいから、ね、高温多湿っていうのは、ね、食中毒系の菌やね、持ってこいの温度なんで。そうなんです。まあ、冬もね、ウイルスとかは舞いやすくなるんだけど、はいまたちょっとベクトルが違うんだね。感染症の。なるほどね。別の種類なんだ、流行りやすいのが。そうなんです。いや、で、ノロウイルスになったから、前日食べた店は絶対に休業命令しないとなと思って。多分保健所が入ってるってことは、多分ね、お話しされた通り、何箇所かの飲食店さんはね、検査が入ると思いますね。そう、入ってくれたんですよ。もう完全に僕がもう保健所が入ってきたのを僕が保健所に連絡したからなんですけど、もう絶対にその飲食店追い込んでやろうと思って。で、僕以外の人もほとんどのメンバーがノロウイルスだったんですよ。結局。保健所の検査が入って。じゃあもうほぼ間違いないですね。ですよね。だけど、店にも調査入ったんですけど、店から出なくて、ノロウイルスが。出なかった。はい。で、業務停止命令っていうのかな、業務なんとか命令みたいなやつが出なくて、もう普通にノーダメ。だけど、アドバイスぐらいはしたらしいです。保健所から店に。っていうね。まあ、言うなれば疑われてもおかしくないですからね。まあ、食べた後の発症ですから。そう、でも、そのメンバーほとんどノロウイルスだったから、絶対その店が悪いと思ったんだけど、まあ、その店から出なかったっていう。どこなんですかね。まあね、まあ、難しい、なんか、よくわかんないんだけど、でも、まあ、いい経験になったなっていう。保健所に初めて連絡して、救急車にも、辛かったでしょうね。救急車って本当に5歳とかに乗ったことがあると思うんだけど、ほぼ覚えてない。まだね、物心ついて、ね、覚えてるか覚えてないか、みたいなところですからね、5歳。3歳から5歳ぐらい、そうか。なんか救急車も、でもなかなか出発しなくて、僕がその救急車の中のベッドに入ってから。多分夜中だったんで、なかなか病院が決まらなかったなと思います。そうなんですね。で、全然発車しないなと思って、で、なんとか病院に行きますとか言われて、
で、あう、んうん。わかりましたって言って、で、僕なんか、引っ越したばかりであまりその土地勘なくて今僕が住んでる場所の近く。うんうんうんでそしたら、もうなんか、救急車乗ってたらもう1分ぐらいで着いてでうん。、よかった。一番近いところだったんですね。一番近いところだったんですけど、ここんなのだったらなんかわざわざ救急車呼んだの申し訳なかったなっていう、なんか、なんて言うんだろうな。救急車救急車の中で結構10分ぐらい待ってたからそううんうん1分で着くんだみたいな。そんな感じでしたね。でもなんか本当に感謝しました。ありがとうございました。いやいやいや、よかったです。無事に VR チャットもできて、お元気そうで、何よりですよ、本当に。それが我々の仕事ですから。全然もし困ってね、はい。もし、これやばいなと思ったら、迷うなく呼んで、のが正解だと思います。ね、苦しんで、さすがに死にそうだってなってから呼ぶとね、手遅れの時があるから、そう。救急車に乗る人迷わず呼んでくとださい。消防車に乗る人は別ですよね。あれは完全に。一応、日本の、はい。一応私消防士でもあるんですけど、はいその日本の、システム的にはまず消防士になって、はい何年か火消しの経験をした後はいに、救急の資格を取って救急車に乗るっていうようなシステムなので、えあ、そうなんですね。私は2年間、そうですね、私は2年間ポンプ車乗って、1年はしご乗って、その後からずっと今まではしご救急車、もう7年救急車、7年乗ってますね、救急車。えすご。すごい、初めて会いました。いやいや、まあ。いろんな人がいます、VR チャットは。でも本当に初めて。いや、大体、絵描くのが好きな人と、パソコンいじるのが好きな人しか会ってこなかったんで、僕。確かにこの仕事やってる奴ら、大体アクティブな奴が多いんで、はいはいね、休日だったりとか、明けの日は友達と飲みに行ったりだったりとかする奴もいるし、はい。私は趣味はバイクでね、ツーリング、今ちょうどいい、あったかい、暑くなってきたけど、ね、はいバイクでツーリングするのが趣味なので、はい。バイクでツーリングするか、家に帰ってね、VR チャットで、私はいろんな人とお話しするのが好きなので、このパブリックで、はいね、パブリックで会ったね、人と一期一会で話すのも楽しいし、はいはい。ね、自分のフレンドと食べるのも楽しいし、ああ、なるほど。私はこのゲームでいろんなね、人とお話しして、遊んでね、もう4年目ですよ。気づいたら。 VR チャット。VR チャット4年前からやってる人っているんですね。でもVR チャット、確か、去年だったかな、うん今年か去年で10周年なんですよ。えー一応もう VR チャットは10年経ってるんです。はいはいはい。うんうんあ、そうなんですね。そうなんです。なのでまだまだ私は、ビじゃあギナーですよ、ビもしかしたらギナー。2015年からやってる人がいるってことですね。そう。もうアーリーアクセスとか、その辺からやってる人たちがもうレジェンドです。レジェンド。レジェンド。もうレジェンドですね。あ、そうなんだ。いや、ちょっと、はい。頑張りますね、僕も。頑張ってくださいレジェンドになれるように。もう100年後うんうんとかだったらね、もうレジェンドって呼んでくれると思うんで、みんなが。ありがとうございます。ちょっと、長い間お話しさせていただいてありがとうございました。あ、いえいえいえ。ありがとうございました。暑くなってきてるんでね。はいぜひ熱中症には気をつけて、ね、はい皆さん体調には気をつけていただければと思います。ありがとうございます。じゃあちょっと、これで失礼いたします。ありがとうございます。はい、ありがと消防士。VR チャットに、消防士の人いるんだね。ちょっとね、あともう一人ぐらい、話してみたいよね。どこに人がいるかな。ここ行ってみる？一人人がいるっぽいんだけど、消防士じゃないや、救急車の中に入れるようになるためには、消防士にまずならないといけないんだ。初めて知ったな。あれ誰か入ってきて。あ、もすいません。こんにちは。お邪魔してます。う、じゃあ、こんにちは。ちょっと言わなきゃいけないことあるんですけど、いいですか？はいはい。ちょっと今、日本語学習者向けの YouTube 録画してるんで、ああ、どうぞどうぞ。いいですか？すいません。
ございます。こんな寝起きの人でよければ。寝起き？あ、寝て起きたばっかりなんです。あ、そうなんですね。うん。昨日夜から朝にかけて長いこと続くアルバイトに行って帰ってきたばっかりで、はい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 。何のアルバイトしてたんですか？あれです、ホタテってあるじゃないですか。はい、ホタテ。と、ホタテの赤ちゃんがくっついてる網があるんですよ。はいはいはい。そこからホタテの赤ちゃんを引き剥がすというか、叩き落とすバイトがあるんですよね。ええ。えーっと、あの中に2つ入ってるから、1回に5回やるから、500袋を、5回が3、3、15だから、1日に1500袋ぐらいやりますね。1日に1500それを。袋。網についてるってことですか？そう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 。それ、場所どれぐらはどこですか？いかな。スーパーとかでもないですよね。船の上とかでもないですよね。あれですね、漁港でやってます。あ、漁港。なるほど。えー、そうそうそう。それをずっとやってたん海辺のですか？ずっとですね、何日間やってた？朝の2時に、えっと、どれぐらいだったかな。1週間と2日ですかね、今のところ。1週間と2日だから9日間。で、それが終うんわったうんうん。ところですか？はいはいはい。あ、お疲れ今様です。日ちょうど終わったところです。あ、ありがとうございお疲れます。様です。しばらくお休みですか、じゃあ。そうですね、今期はもう、この仕事は終わりじゃないか。お疲れ様です。うん。漁港に近いですか、家が。うーんと、だいたいまあ、80キロぐらいですかね。そんな、全然近くないですね。車で行ってるんですか？でも、北海道なんで、おー、そっか、北海道の中で80キロって言ったら近いそうそ方ですもんね。うそう。近いですよ。道何にもないからかっ飛ばせるし。いいなぁ、北海道僕1回しか行ったことないですよ。でも北海道って言っても広いですからね。なんかで、うん。うん。僕あんまり北海道の地名知らないんで、うん。うん。どこら辺なんですかとか聞こうとしたんですけど、なんか、言われてもわかんないだろうなっていう僕東京なんうですよ。ん。はいはいはい。北海道1回しか行って北こない。海道の、まあ、わかりやすく言うと右上の方ですかね。お、北海道って初めて、こそこは本当にわからう、ないかもしれない。なんだろうな。右上か。北海道って上の方がとんがってるじゃないですか。稚内とこですよね。うん。はい。そう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 。はい。それの、あの、右側の斜辺というか、はいはい。わかります。知そう床とそうそう、そかとのの辺です。間ですよね。知床と、稚内の間。はい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 。そんな感じですね。へえ。そこら辺なんですか、お住まいが。その辺からもうちょっと内陸入ったところです。なるほど。いいな。本当に別の国に住んでる人みたいだ。本当に行ったことがないし、これからもあまり行くことはないだろうし。面白。あれ？なんか、あれですね。出身が群馬県なんですけど、はい。まあ、群馬に比べるとなんか、
言葉が一緒なだけで割と異世界ですよ。ラウスとかって近いでしたっけ？ラウスは、何ですか？ラウスでしたっけ？ランスラウス。ラウスラウスなんだろう。あれラウスじゃないっけ？あれラウス。ごめんなさい。聞いたことない。ラウス市。住んでるとはいえ、あまり移動しないので、北海道の地名にはちょっとでも、疎いかもラウしれない。スはほとんど知床だな。うん。違うか。その位置に人住んでるんですねって言ったら失礼なんですけど、そこら辺はあまりいないのかなと思ってね、人が。なんかほとんどが、函館、札幌あたりのその、下の方だからなのかなっていう、北海道に住んでる人って。勝手にそう思ってたんですけど。そう。だいたい左側なんですよね。ですよね。へえ、右側はあんまり人はいないですね。すごい。仕事でっていうことですか？だいたい牧場か漁港か。仕事っていうかまあアルバイトなんですけど、はいはい。そのアルバイトを始めるときに引っ越したんですか？アルバイトのためじゃなくて、まあ大学行くために引っ越して、はい。で、バイト見つけたので、ついでに、あ、そういうことか。っていう感じです。そういうことか。その仕事をやるためではないですね。そこで仕事を見つけたってことですよね。そうですね。でも、面白そう。大学がそこら辺にあるんですね。就活失敗したら、それに行きますね。すいません。何ですか？就活失敗したらもうなんか漁師にでもなろうかなと思ってます。でも楽しそうじゃないか、厳しいか、あの世界は。その一攫千金だけど、めちゃくちゃ体力仕事です。ですよね。で一攫千金だけど、その代わり、まあ、漁法にもよると思うんですけど、何日も出てなきゃいけなかったりとか、ですよね。でも就活は、どこで就職したいとかあるんですか？東京に来る予定とか、群馬に戻るとか、北海道でとかって希望あるんですか？まあ、なんだろうな。恥ずかしくない仕事に就けたら割とどこでもいい。そうなんですね。なんか何の仕事したいとかあるんですか？それもあんまりないですね。できれば、あんまり責任の少ない仕事。あんまり責任の少ない仕事か。なんだろう。何がいいんだろう。責任ある仕事多いですからね、結構。責任ない仕事ってなんだろうな。逆に難しいかもしれないです。少ない責任と、安い給料と、大量の休みをもらって、ちまちま趣味もやります。ちまちま趣味？そうそう。趣味何なんですか？趣味、まあ、今のところは VR チャットなんですけど、いいですね。まあ、普段だったら、レゴとか工作とか、だいたいなんか作ってますね。出た。VR チャットそういうの作るの好きな人多いですよね。レゴレゴか。へえ、すごい。レゴって言うとなんかこう、みんな子供っぽいなって突っ込まれがちなんですけど、レゴテクニックっていういや、だってレゴってシリーズがあって、ガチ勢すごいじゃないですか、レゴって。僕今フルオートの銃を作ろうとしてるんです、それが。大丈夫ですか？ちょっと法に引っかかんないですか？BB 弾ですか？まあ、いや、レゴの弾です。射出する弾の運動エネルギーが1ジュールを超えなければいいので。そういうのがあるんだ。初めて知った。そういうのがあるんだ。そう、だから、エアガンの場合は、こう、BB 弾の重さが規格化されてるじゃないですか。はいはいはい。だから、まあ、弾の速度だけ決めればいいんですよね。はい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 。
そういうのがあるんですね。まあ、重さと、うんまあ、発射速度と。そうそうそう。へえ、面白い。ちょっと、面白い話聞かせていただいてて申し訳ないですけど、ちょっと一旦録画切ってくるので、一旦一瞬出ていいですか？はい。ちょっと一瞬出まはい、いす。ってらっしゃい。すいません。ちょっとね、すいません、ちょっとこの僕も今、親から電話かかってきちゃった。あ、じゃあ、ちょっとバイバイしますか。なんつうタイミングだ。バイバイしますか。はい、すいません。ありがとうございまありがす。とうございました。はい。ということで、皆さん、いかがだったでしょうか？本日も、リアルな日本語の会話を皆さんにお届けできたかなと思います。今日話した人は、なんかね、ゆっくり話す人が多かったから、結構皆さん日本語聞き取りやすかったんじゃないですかね。はい。引き続きね、VR チャットの動画どんどん撮っていきたいと思うので、皆さん次回の動画にも期待してください。それではこれで終わりにします。バイバーイ。